休日の天気が快晴だと同じ一日でも雨の日より数倍得した気分になる。ちょっとだけ掃除して洗濯と植物への水やりが終わると私のキルト時間が始まる。とりあえずまずはお茶しながら休憩。今日は何を作ろうかな。一日の終わりにいい一日だったって思える日にしたい。前回歯切れの整理整頓をしていた時に目に入っていた、そして見て見ぬふりをしたたくさんの未完成品たち、その一部を引っ張り出してきました。大きいタペストリー、トップだけ作ってキルティングマッチみたいな、そんなものもたくさんあるんだけど、それはまた別の機会に頑張ることにして、今日含め数日、長くても1週間以内には完成させられそうなものを選んでいきます。作りかけのキルトイデを開くと大抵型紙も一緒に発見されますね。まず作りかけのコースター。なんて中途半端な姿なんだろう。この段階で放置できるとか、もはや何らかの良くない才能があるとしか思えない。参考にしたのは小関鈴子先生の色と形パッチワークパターンで布遊びという本です。135ページに掲載されている分解コースター。訳あって明確に覚えているんですが、2021年からこの状態で放置してます。さすがにこれは今日完成させるしかない。とはいえコースター1枚だけ作っても寂しいので、ついでにもう1枚作ります。まずは好きな布を4枚選ぶ。準備するのは1辺5センチの正方形の型紙です。皆さん、UFO ってご存知ですか？未確認飛行物体？いえいえ、違います。UFO とはキルト作りなどの趣味においては未完成の物体のことを指すそうです。UFO どのくらい抱えていますか？一度は着手したものの生活そのものが変化し手芸に割く時間がなくなってしまったり、別のことに興味関心が移ったり、もしくは何らかの工程で行き詰まったりして長い時間放置されている作品たち。決して完成させたくないわけじゃない。完成させたい気持ちは確かにここにあるのに、そう思いながらもずっと完成させられなかったものをもう一度手に取って完成させる。そんな UFO プロジェクトの始まり。4枚の配置を決めたら縫っていきます。まず待ち針を打ちます。縫い線に対して待ち針が直角になるように、まず両端に打ち、それからその間に針を足す。家庭科の授業で使っていたような待ち針は太すぎるので、パッチワークを始めたい方は細い待ち針を買ってください。全然違います。印より少し前から針を入れて、一針返し縫い。その後は印に沿って串縫いで縫っていきます。私はそんなに運針がうまくないので、たまに裏側をチラ見して印から外れていないかチラッと確認しています。最後も印より少し先まで縫って一針返し縫い。大切なのは1、最初と最後は返し縫いして、2、細かい針目でしっかり縫うこと。最後まで縫えたら縫い代が7ミリになるように切り揃えます。最初に縫い線の印をつけるときに縫い代の印もつけておく方法もあるみたいなんですが、私は後から切り揃える派です。さて、こんな感じでどんどん縫っていきます。好きな布ばっかり集めて縫っているから途中段階でも心躍る。私は布選びとピーシングが好きなので、どうしても後半しつけかけキルティング以降失速してしまうんですね。それも放置作品が多い原因なのかなって考えたりするけど、何にせよ一度作り始めたものを放置するのはもうやめたい。縫えたらしっかりアイロンをかけていきます。一番簡単にできる4パッチ。簡単シンプルだからこそ好きな布が映えます。縫い代は肩倒し。
上段、下段の縫い代は逆になるように倒します。5センチ角の正方形が4つつながって10センチ角の正方形になりました。10センチ角の片面接着キルト綿を準備して完成したトップの裏面に貼ります。糊がついている方とトップの裏面を合わせてアイロンでギューッと押さえます。よしよし、いい感じです。続いてキルティングを入れるための下準備をします。直線のキルティングならヘラで印をつけるのが一番。個人的に水で消えるペンって本当に消えてるのかな、いつか復活するんじゃないかなって不安になることがあって、やっぱりヘラが最強です。でも水で消えるペンがめちゃくちゃ便利なことに変わりはないので、最終的には自分が納得して使い分けられたらそれでいいかな。はい、キルトラインが描けました。今回は山吹色のキルト糸を使おうと思います。すごく綺麗。準備ができたらキルティングです。小さいもののキルティング難しい。フープは使えないし、文鎮を置くにしても小さくてちょっと置きにくいし、とりあえずもう接着キルト綿だからズレはしないかと思って、もうわしづかみでキルティングです。あと UFO をサクサク作っていくためにはミシンキルトの方が早くていいんだろうけど、放置していた方のコースターはハンドキルティングで作っているので、今回もハンドキルティングにして雰囲気を合わせたいと思います。ハンドキルティングは自分の手で何かを生み出している感覚をしっかり感じられるのが好き。何にせよ自分が楽しくできればそれが一番。キルティングができたらトップと同じ大きさにカットした裏布を中表に合わせて返し口5センチを残して周囲を縫っていきます。裏布はちょっと分厚めのしっかりした布を使うか、接着芯を貼った布を使うかかな。縫えました。返し口はこんな感じで開いています。だいたい5センチ。縫い代を7ミリで切り揃えます。これもだいたい。個人的には四隅の縫い代は斜めにカットするのが好きです。返し口から布を引っ張り出すように表に返していきます。手だけではどうしてもこの四隅の角が綺麗に返せないんです。そんな時の目打ち。目打ちがない時は太めの刺繍針でもいける。角に埋もれた布をぐいぐいかき出していきます。私はこのくらい返せれば十分かなという適当人間。最後に返し口をこの字とじで閉じます。もうすぐ完成。もう一度着手さえすればこうしてすぐに完成させられたのに、このコースターが嫌になって作るのをやめたわけでもないのに、どうして何年も押し入れの中で眠らせていたんだろうって思う。でも放置したからこそまた心機一転楽しく作れてるのかな。何が正解かはわからないけど、あの時作るのをやめたそのことに焦点を当てるよりは、今もう一度楽しく作れている、そんな今日を喜びたい。そんなこんなで2021年から放置し続けていたコースターとセットで使うコースター2枚完成しました。楽しく作れてよかったです。そしてまだまだ UFO プロジェクト進めていきます。次はこちら、作りかけの棒体のキルト。中途半端につないで中途半端に放置しているものです。これを機に完成させたいな。横の列はつながっているので、それらを縦につないでいきます。
ッチワークキルトって本当に地道な作業の積み重ね。でもそこがいいんですよね。今日もあと少し頑張ろう。クローバーの糸通しめちゃくちゃ便利なんだけど、おそらくは私が推奨ではないちょっと細い針を使っているせいでなかなか一発で通らない。一発で通ると嬉しい。もう一つ新しいタイプの糸通しは細い針にも対応しているらしいので買ってみようかなって思ってます。でも物価上昇の波は手芸用品にも押し寄せていて、パッチワーク始めた頃と比べるとカットクロスも随分値上がりしてるし、たまに道具を新しくしようとするとこんなにするのとびっくりしてしまう。そう考えると次々新しいものを作るよりも今ある UFO を仕上げていく方がお財布にも優しいし理想的なのかなって思うんだけど、でも新しいものに手を出しちゃうんだよな。まあそもそも新しく作り始めたものを放置せずにそれをきちんと完成させるっていうことを徹底させればいいだけの話なんですけどね。でもそれがなかなか分かっていてもできないんだよな。出勤前、押し入れの衣装ケースいっぱいの布の中からボーダーに使う布を選びました。クラゲ柄なんて見たことないと思ってワクワクしながら買った布。細めのボーダーにして周囲に青色を散らすようなイメージで。後日ボーダーをつけたらこんな感じになりました。イメージ通り青色がうまく散りばめられて満足です。コースターと同じくヘラでキルトラインをつけていきます。線が書かれていなくても陰影で十分見えます。ミシンでキルティングしていきます。正直なところすべての作品をハンドキルティングで仕上げられたらどんなにいいだろうって思う。やっぱりハンドにしか出せない陰影ってあるから。それでも今日はミシン。そもそもこの棒体のキルトは今回もう一度手に取らなければ永遠に完成することのなかったもので、まずは完成させることを優先させたい。これからは新しく作りたいもの一つ作ったら UFO を一つ仕上げるとか、ずっと心に引っかかっているような UFO はバンバン撲滅して作品として仕上げていきたい。というわけで完成。この裏布、数年前に買った福袋に入っていたものです。色は好きなんだけど柄がいまいち他の手持ちの布に合わないかなって気がしてずっと使えずにいたもの。でも今回使えたからよかったです。次はこちらのレモンスターを縫い直します。パッチワークを始めた頃にネットでサンプラーキルトのパターンを購入して縫ったものです。よく見るというかよく見なくても縫い代は切り揃えられていないし、縫い目もすごく粗い。
印付けの時点で失敗しているのか、縫い目をしごけていないのか、布が波打っているところもあります。それでも当時これが作りたいと思って夢中で縫っていたのは確か。まずは一度すべてほどいて一から縫い直していきたいと思います。作りかけで放置してしまう理由って本当にいろいろあるけど、月単位、年単位で時間が空いてしまうと、過去の自分が作ったものに対して配色とか技術的なところ、いろいろ納得いかなくなって、それでさらに放置してしまうっていうのもあるんじゃないかな。それは自分が少しずつ成長しているっていうことでもあるんだろうと思う。でも一方で、どれだけ下手くそでも最後まで完成させることでしか得られない成長もある。だから納得いかないなら、もう今作り直せばいいのかなって。あの時はレモンスターを自分で製図することはできなかったけれど、今なら何も見ずに製図できる。あの頃の自分が作りたかったものを今の自分が作り直す。これは UFO 撲滅計画というよりは UFO 再生計画。とにかく今の自分にできることをやろう。新しく作った型紙でもう一度印も付け直します。大人になると一日の間に何か特別なすごい成長があったとか、そんなことってほぼないけど、それでも継続していると確実に上達していることにふと気づく瞬間があったりする。今回縫い直すことができてよかった。このレモンスター、このままキルトしようかなとも考えたけれど、どうせならもう少し華やかにしようと思い立ち、溜め込んでいる端切れを組み合わせてみることにしました。レモンスターのパターンは一辺18センチ、一辺3センチの正方形の端切れを周囲に縫い付けたいと思います。まずはレモンスターの色に合う端切れを探す。やっぱり端切れは思い立ったらすぐ使える、すぐ縫える状態にしておくのがいいなって改めて感じます。どんな端切れをどの位置に配置するのか、いろいろ入れ替えてみつつ決めていきます。足元はこんな感じ。こうして部屋に糸くずが散乱していく。来週はめちゃくちゃ楽しみにしている旅行の予定があるので、ひとまずトップだけで飾ることにします。これで縫い終わり。思っていた通りのイメージにできた。やっぱり周囲に端切れをプラスして大正解でした。旅行から帰ってきたら早めに完成させようと思います。せっかくの一番星がまた曇ってしまわぬように。そしてどこに飾るかしばらく迷っていた棒体のキルト、机の右横に飾ってみることにします。ミシンキルトで作ったからガシガシ使う実用的な用途でもいいなと思ったけれど、やっぱりまず最初は飾りたいよねっていう。部屋の中に一つ一つ宝物が増えていくようで嬉しい。高揚した気分のまま
次のキルト計画を立てます。大切な友人にキルトをプレゼントしたくて、どんなパターンがいいかなってあれこれ思案中。植物や花を連想させる生命力にあふれたキルト、宝物にしてもらえるようなキルトを作れるように、明日からもまた気合い入れていくぞ。